guess I'm stuck forever by the glue. Oh, and you. 皆さんおはようございます。エルです。今日は仕事で外出する日で、いつもより早く家を出るし、外出先でめちゃくちゃ歩くので、朝のウォーキングはカットしました。なので1日目の朝ごはんから動画スタートします。これは先に起きている夫のひらめさんが作っておいてくれたわかめのお味噌汁を温め直しているところですね。片手に持っているマグカップにはレモン白湯が入っています。本当はゆっくり白湯を飲みながら朝の時間を楽しみたいんですけど、特に今は寒くてギリギリまでお布団の中にいたいので、平日は毎回こんな感じでバタバタと準備をしています。今日の朝ごはんはこんな感じです。ショート動画で上げてる通り、最近ダイエットを再スタートしたんですけど、今回は短期間でというよりは長期で絶対リバウンドしない体になるっていうのを目標にしているので、食事はかなりしっかり食べるようにしています。今まで朝が苦手で食べないかスムージーの日とかが多かったんですけど、最近は絶対ご飯を食べるようにしていて、プラスでわかめのお味噌汁とか食物繊維も摂るようにしています。朝ごはんに食物繊維を摂ると、お昼ご飯の血糖値上昇が緩やかになるってきんに君が言っていたので、お昼が外食になりそうな日は特に意識して食物繊維も摂るようにしています。はい、帰宅しました。まだ仕事は残っているけど、夜ご飯が遅くなりたくないので、とりあえずご飯の支度をします。今日は胸肉を使ってヘルシーなガーリックペッパーチキンを作ります。フライパンを使わないで電子レンジだけで作れるから、疲れた日にぴったりのレシピで助かっています。夜ご飯はこんな感じです。きゅうりの梅和えはひらめさんが作ってくれました。いただきます。いただきます。正直鶏胸肉がちょっと少なかったので、もう少し量がある方がいいと思います。足りなくて私はこの後納豆を追加して食べました。夜も炭水化物は抜かずにちゃんとご飯も食べています。少し仕事に戻ってゆっくりお風呂に浸かったら、あっという間に11時半。できるだけ早く寝たいと思います。元から体が硬いタイプなんだけど、年を取るにつれてどんどん硬くなってきているので、寝る前にストレッチをするようにしています。なんか寒いとさ、無意識にギュッて体をこわばらせて力を入れちゃうことがあると思うんだけど、寝る前にストレッチをすると寝る時に思った以上にリラックスできてすぐに眠れるので、やっぱり大事だなって実感しているから、ぜひ皆さんもやってみてください。おはようございます。2日目の朝です。今日も日課の白湯から始めていきます。本当はなんか白湯専用のお鍋で1回沸騰させて冷まして、正式な白湯の作り方みたいなのがあって、それの方がいいらしいんですけど、私はもう
とそこまで頑張れる気がしないので、とにかく継続するために天然水を毎日ケトルで沸かして白湯にしています。なんだかんだ本当に三日坊主で終わる体質、性格なんですけど、今のところ毎日ずっと続けられていて、もちろん手軽だから続けやすいっていうのもあるんですけど、なんだかんだ朝一から白湯飲むってめんどくさがりの私的には白湯かーって思っちゃいがちなところあるんですけど、今のところ継続できてます。偉いです。これからどんどん暑くなるから真夏も白湯を継続できるか、ここが一番難関な気がしますよね。一昨年の夏ぐらいずっと続けてた時があったんですけど、本当に精神的な戦いというか、ある種義務感みたいなものに駆られて飲まないとって思いながら飲んでたので、できれば辛いなというよりは楽しんで習慣だからっていう気持ちで続けられたら一番いいですよね。今日は朝8時半からミーティングがあって寝坊しちゃって、今日は朝一のウォーキングに行けそうにないので、とりあえず筋トレだけしてご飯食べてミーティングに臨みたいと思います。で、朝ウォーキング行く前、今日は筋トレなんだけど、筋トレの前には必ずこの L カルニチンを飲んで脂肪燃焼を促進させてスタートするようにしています。これは iHerb で私は買っていて、タブレットタイプにしたら本当に大きくて、特大ラムネぐらい大きいザ外国って感じのサイズ感です。飲むのめっちゃ大変で喉に使えるから、一気にこうグッて流し込んで飲む術が必要です。1回1錠で1日 1,2 回飲むって感じです。私はトレーニング行く前に飲むようにしています。あとお水、今回動画の中であんまり飲んでるシーン映さないかなと思うんですけど、お水は最低でも1リットル、できれば2リットルぐらい飲めたらいいなと思いながら生活してます。足の筋トレを朝にやってみました。1センチでも足を細く綺麗な形にしたいので、今ちょうど足痩せについて試行錯誤していて、とりあえず足の筋トレを1週間続けるっていう検証をスタートしてみました。結果はショート動画にして出すので、ぜひショートも見てみてください。お昼ご飯作っていきます。今日はリゾットにしたいと思います。あんまり時間がないのでパパッと作っていけるものにしたいと思います。はい、こんな感じ。そしたらレンジでチンします。いただきます。美味しいです。
ツナと牛乳でタンパク質も取れるし、ご飯もちゃんと食べて炭水化物も取れてるし、食物繊維がないね。それが入れられたらもっといいのかなと思ってきました。10分以内に絶対できるし、レンジだけで作れるし、洗い物もこのお皿とスプーンだけでいいし、リモートワーク中の一人のおうちご飯としてはすごくお手軽なので、ダイエット中のご飯としてもおすすめです。夜ご飯はささみを使ってヤンニョムチキン風を作っていきます。あくまで風なので、これもとっても簡単で、混ぜて焼くだけであっという間にできます。今回はちょっとでもカロリーを抑えるために一から調味料を混ぜて作ってるんですけど、この星のついてる材料は焼肉のタレで代用できるので、その方が簡単で材料も少なく作ることができます。焼肉のタレって結構甘いじゃないですか。作り方見てみるとかなり白砂糖が使われてるんですよね。私はそれをラカントに置き換えたいのと、脂質も少なめに作りたいので、ごま油の量も市販のタレより少なめにして作っています。全部混ぜてタレができたら、一口大に切ったささみを焼いていきます。鶏肉なのでしっかり火が通るまでちゃんと焼くようにしてください。ダイエット中じゃなければ鶏もも肉で作るととってもジューシーで美味しいし、唐揚げにしてタレを後からかければお店以上に美味しいヤンニョムチキンができるので、家族と自分の分を分けて作るの大変だなっていう方でも焼くものを変えればいいので、比較的簡単に取り入れられるダイエットメニューかなと思います。今日もしっかりお風呂に浸かってストレッチとマッサージをしてから寝ます。今日はリモートワークでずっと座りっぱなしだったので、そういう日は念入りにマッサージをしてむくまないように気をつけています。体質的にめちゃくちゃむくみやすくて、こんな感じで跡がつくとか本当にしょっちゅうあって、足の裏とかふくらはぎが張りすぎて立つのが痛くなる感じわかりますか？集中して仕事してるとそうなっちゃうことがあるくらいむくみやすい体質なので、同じような方は寝る前に絶対むくみを撃退してから寝るようにしてみてください。3日目も白湯から始めます。今日は梅干し入りの白湯にしてみました。この日はね、いつもより早く起きることができたのと、ちょっと動画用にのんびり白湯タイムを作りたくて、ゆっくり座って YouTube で朝のニュースを見ながら白湯を飲んでみました。のんびり白湯タイムをして調子に乗って長めにウォーキングしてたら、すっごくギリギリになってしまいました。今日の朝ごはんは卵かけご飯です。冷凍ご飯を温めたものに生卵とお醤油をかけただけなんだけど、どれだけ急いでてもこれならサラサラっと食べられて、炭水化物もタンパク質も取れるので、私は意外と朝ごはんには最適だなと思っています。ごちそうさまでした。今日のお昼ご飯はこれにします。40分しか時間がないので、ちょっとパパッと食べて仕事に戻りたいと思います。気休めかもしれないけど、だいたいご飯食べる前にアップルサイダービネガーのカプセルを飲んで、吸収をちょっと緩やかにできたらいいなと思って取り入れています。1日2カプセル食事と一緒にって書いてあるので、だいたいお昼ご飯と夜ご飯の前に取ることが多いです。
これは夜ご飯と一緒に摂ることが多いんですけど、抗酸化作用のあるアスタキサンチンも摂るようにしています。ファットコンテイニングミールって書いてあるので、脂質がある食事と一緒に摂る方が効果的に摂取できます。この含有量とか大きさもいろいろあるので、iHerb でぜひチェックしてみてください。夜ご飯は鶏胸肉使います。2時間ぐらいしか解凍する時間がなかったので、まだちょっと凍ってるので、今日はスープにしたいと思います。いただきます。味薄いかも。そしたら調整しよう。うん。ありがとう、作ってくれて。いいえ。Weight off my shoulders, 'cause I know yesterday ain't coming back. I'm gonna let the past stay in the cold. I will listen to the ocean, let its unsaid. はい、長い動画を最後まで見てくれたあなた。ここまで見てくれたなら、あとは明日からやるだけです。私も仕事でちょっと精神的に病んで大リバウンドをしてから今本当に気合い入れ直してダイエット頑張っているところなので、ぜひ仲間になって一緒に頑張ってくれたら嬉しいです。これからも私のダイエットの日々とかうまくいかなかったこと、もちろん効果があったこともいろんな有益な情報を発信していきたいなと思っているので、ぜひコメントを残してみんなでいいねし合って高め合っていきましょう。ついでにチャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。エルでした。バイバーイ。